れでわかるオーブリー・ビアズリー。イラストレーターでありアール・ヌーボーの創始者として位置づけられています。まずビアズリーのお話をしてからサロメのご紹介をしていきます。1872年、イギリス南部のブライトンに生まれる。音楽の才能にも恵まれていました。母からピアノを習うと学校に上がる前からショパンを弾きこなし、音楽の天才とも呼ばれましたが、ビアズリーは絵の方に熱中しました。1878年、ブライトン近郊の寄宿学校ハミルトンロッジに入学しますが、3年後、肺結核のため退学。ロンドン南部のエプソムに移りますが、金銭上の問題からブライトンの親戚の家で暮らすようになります。ここでビアズリーは親戚の援助でブライトングラマースクールに通います。1889年、ロンドンのガーディアン保険会社に就職。1年後、結核の容体が悪化し退職します。1891年、画家エドワード・バーン・ジョーンズに作品を見せたところ才能を絶賛され、彼の勧めでウェストミンスター美術学校の夜間クラスに通います。1893年、トマス・マロニー作アーサー王の死の挿絵を描く。同年、雑誌スチューディオの創刊号にビアズリーが挿絵とともに紹介されました。オスカー・ワイルド作サロメの挿絵を描く契約を結ぶ。ワイルド自身がビアズリーを挿絵画家に推薦しましたが、ワイルドを揶揄する挿絵などもあり怒らせたそうです。もともと戯曲サロメの初版はフランス語で出版されていたのをオスカー・ワイルドの恋人アルフレッド・ダグラスが英訳をし、ビアズリーが挿絵を描くということになりました。ですが内容の背徳性から禁止令が出て、イギリスでは1931年まで上映できなかったそうです。このサロメのストーリーや絵画についてはまた後ほどご紹介します。続いて1894年、挿絵入り文芸誌イエローブック創刊。美術担当編集主任となる。1895年、オスカー・ワイルドが男性に対してのわいせつ行為で逮捕され、大きなスキャンダルとなる。ダグラスの父がわいせつ行為として告訴し、投獄されたのでした。ビアズリーは関係なかったのですが、サロメ以来、ワイルドとセットで考えられ、同一視されていたため、事件の余波の懸念から美術編集を外されました。そして追われるようにしてロンドンからパリに渡ります。翌年、イエローブックの対抗誌サボイを出版。この後、南仏のマントンに移りますが、結核のためマントンにて死去。25歳でした。では、サロメの話をしていきます。元のお話は新約聖書。イエスの青年をした預言者ヨハネはガラリアの領主ヘロデに捕まります。ヘロデは兄を王座から追放し、兄の妻であったヘロディアスと結婚します。ヨハネはこの結婚を批判していたため投獄されたのでした。ヘロディアスの連れ子であるサロメにヘロデは踊りを披露するように求めます。7つのベールの踊りと呼ばれる官能的なものでした。そして褒美に欲しいものは何でもやろうと言います。サロメは母ヘロディアスに相談し、母の言う通りに言いました。盆に乗せたヨハネの首が欲しい。そしてヨハネは殺されます。この話からすると、サロメは母親の言うことを聞いただけのいまいち感情の読めない少女という印象ですが、オスカー・ワイルドは全く違うサロメ像を作り上げました。ワイルド版ではヨハネはヨナカーン、ヘロデはエロドと呼ばれます。まずサロネはヨナカーンに惹かれ、キスをしようにも相手にされず、苦しい思いに駆られ衝動的な結末になるという流れ。岐阜のエロドのサロメを見るいやらしい目も我慢し、ヨナカーンの唇を奪うために7つのベールの踊りをする。そして盆に運ばれてきた首に口づけをし、お前に口づけしたよ、ヨナカーン。と言って満足する。相手を殺しても愛を貫くという魔性の女、ファム・ファタール。このサロメ、新約聖書とは違い、ワイルド版ではエロドに殺されてしまいます。サロメの欲望を見て恐ろしくなったからでしょうか。自分の知っている少女ではなくなってしまったからでしょうか。また、このサロメをビアズリーは背徳的に色っぽく描きました。僕の目的はただ一つ、グロテスクであること。見事にグロテスクです。
ビアズリーはこのサロメで大ブレイクしましたが、ワイルドにとってもこのビアズリーの作品によってサロメはとても印象強いものとなったようです。お疲れ様でした。では最後にビアズリーの他の作品を見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。